こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回はトピックスとして、労災保険。最近の法改正は、フリーランスなどの特別加入による改正が非常に多い。また、労災に関しましても通常の事故ではなく精神疾患、パワハラ等による労災が増えてきているという話題が多いんですが、今回は労災保険そのものの見直しによって強制加入対象拡大という議論が出てきております。こちらについて解説をしていきたいと思います。こちらはですね、農林水産業を営む方に関しましては、労災保険一部任意となっておりますが、こちらが強制加入ということになりまして、安心安全に農林水産業に従事をしていただく。また、一部米不足という話がありましたけれど、これもですね、相まって、労災保険の見直しによって新規の就農者を確保するという狙いがあります。今回は労災保険の見直しについて見ていきたいと思います。今回の概要、まずですね、労働災害の発生状況について見ていきたいと思います。近年死亡事故というのは非常に減ってはきているものの、一方で増えてきているものもあります。そして今回ご紹介をする労災保険ですけれど、労災保険制度の概要について見ていった上で、この労災保険の加入の対象になっている人はどのような方なのかについて、そして最後に注意点とまとめとしてですね、今後の法改正等についてもご紹介をしていきたいと思います。まずは労働災害の発生状況のグラフになりますけれど、上のグラフは休業4日以上の死傷病者になります。そしてですね、下のグラフは死亡者数になります。4日以上の死傷者数に関しましては、一時期減少傾向にあったんですが、近年増加傾向にありまして、今現状では4年連続で増加という形になっております。一方ですね、いろいろ安全対策が進んできている関係で、死亡者の数というのは今過去最小という状況になっております。死亡者の方は減ってきているんですが、やはり4日以上休まざるを得ないような労災事故を被る方というのは増えてきている。これはですね、やはり高齢化で高齢者の方が働くようになってきたというところもあります。さらにですね、近年の異常気象もあって、やはり猛暑による熱中症というのも非常に大きく影響をしているという状況になっております。こういった状況の中で、労災保険というのが非常に役に立つわけですけれど、この労災保険制度ですけれど、こちらは労働者の業務上もしくは通勤に関して傷病等が起きた場合に必要な保険給付を行ってまた、被災労働者の社会復帰の促進を行うという事業になっておりまして、広い意味での社会保険の中の労災保険、そしてこの労災保険と雇用保険を合わせて労働保険という言い方をします。そのうちの対象が労災保険という形。対象となる災害については、業務を原因として被った傷病、もしくは通勤により被った傷病が対象。どのような給付があるのかというと、大きくは4種類ありますけど、療養に関する給付。これは傷病により、怪我を治す療養関係、そして働くことができない場合には休業に関する給付、障害が残った場合には障害給付、亡くなった場合には遺族の方に対して遺族給付というのが行われるという形になっております。こういった形で労災保険というのは、いくつか給付が設けられておりますけれど、では、この労災保険に加入しなければいけない人はどのような方かと言いますと、こちらはですね、一人でも労働者を使用する事業の場合は、業種の規模にかかわらず全ての方が加入をしなければいけないという形になっておりまして、これが送電石用事業と言われるものになります。
ただしですね、事業主の方は原則対象外となっております。そういったことでですね、事業主の方、事業をしていて怪我をした場合はどうしたらいいのかというところがありますけれど、そこに関しましては、保護が必要と判断した一部の業種の方に関しては、保険料は自身で支払っていただく形になりますけれど、特別加入制度というのが設けられております。こちらはですね、全部で今のところ4つですけれど、中小企業等の特別加入というのがあります。また、2つ目としては、一人親方等の特別加入。3つ目が特定作業従事者の特別加入と、4番目が海外派遣者の特別加入という形になっております。そしてですね、近年はこの丸1の中小企業との特別加入、もしくは丸2の一人親方の特別加入といった部分ですけれど、非常に対象範囲が拡大をしてきているという状況になっており、最近はフリーランスの方などもですね、保護の対象として特別加入の対象になっているという状況です。そしてこの労災保険ですけれど、当然適用事業というのはありますけれど、一方でですね、1991年の労災保険の改正の時に暫定任意適用事業として対象外として残った事業というのがいくつかあります。こちらはですね、省略して記載をしておりますけれど、いくつかあります。一つ目としては、労働者数が5人未満個人経営の農業の方。また、2番目としては、労働者を常時は使用しないという個人経営の林業の方。そして3番目は、労働者5人未満の個人経営の畜産、養蚕、そして水産業の方。そして、こういった方たちはですね、暫定任意適用事業として、強制ではなく、一定の要件を満たして、自らが望めば労災保険に加入という形になっておりまして、今現状最大で12万から16万ほどの事業主の方が対象になっているという状況になっております。そしてですね、最近近年この農林水産に関する労災事故が増えてきているというところ、また高齢化している、危ない機械を使うことが増えてきているということですね、事故が非常に増えているということも受けます。また、米不足による農林水産の手こ入れというのもありますので、労災保険によって保護をしていこうという動きもありまして、こちらですね、今後の法改正によって強制適用という形になる可能性があります。最後に注意点とまとめですけれど、まずは今回の労災保険の改正ですけれど、小規模な事業所においても外国人雇用をしているところはあるかと思います。例えばですね、特定技能ですとか技能実習。こういった事業所はどうなのかというところですが、そもそもですね、外国人雇用をしている小規模の農林水産においては、家族以外の労働者を使用しているため、事業扱いになるので、そもそも強制適用、家族経営ではないと判断されますので、すでに労災に加入をしているはずという形になっております。また、今回の小規模な農林水産業の労災の強制加入ですけれど、こちらに関しましては法改正が必要という形になりますので、今現状は詳細議論をしているところで、2026年における通常国会に提出を予定をしているという状況になっております。そして、労災に関しましては、今回は、業務上、通勤上の事故という形になりますが、その他にですね、安心安全に働くための、義務化というのも進んでおります。2025年にはですね、熱中症対策というのが安全衛生法上、義務付けをされたということになりますので、屋外もしくは屋内の熱中症の恐れのある作業をしている場合はですね、熱中症対策というのは義務付け。また別の動画ではご紹介をしておりますけれど、すでに法改正行われております。改正から3年以内に施行という形になっておりますが、ストレスチェック、今は50人以上の会社が対象になっておりますが、今後はですね、すべての事業所において、ストレスチェックというのが義務化をされております。非常にパワーハラスメント等による労災事故というのは増えてきていることを受けまして、全事業所強制実施という形になっております。
そしてですね、フリーランスの方、すべてではありませんけれど、一部の方に関しましてはですね、2024年、令和6年の11月1日から、特別加入の、対象のが広がっております。これによってですね、フリーランスの方であっても、労災における保証を受けることで、安心して業務を遂行することができますので、ぜひですね、特別加入の加入も検討してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。